どうも、こんにちは。デミコでーす。はい。どうも、こんにちは。はい。こんにちは、こんにちは。はい。あ、どうも、ありがとうございます。はい。どうも、どうも。あ、えー、今日は前回の動画で言いましたように、米編み。意外と米編みでちょろっと、うっつってこう突っかかってる方がね、ちらほらといらっしゃいましたのでね。はい。ここでもう一度、米編みの編み方っていうのをね、やっていこうかなと思いまして。いやね、これをね、今日はね、どうやって編むかっていうのをね、のんびらこんやっていこうかなと思いますよ。はい。使うのは5号ですけど、こんなね、編み方動画でね、どんな針を使うなんつって言ったところであれなんですけど、はい。で、今日はね、こっちのピンクっぽい、はい。このね、このくすんだピンクみたいな、これがまたね、いい色だなと思って、ピンクピンクしてるのあんま好きじゃないんで、普通のピンクは買わないんですよね、やっぱりね。ちょっと青みがかった紫がかったようなこういうね、ピンク。これも全部、だからこの毛糸は全部私編み猫編んだんじゃないこれは。ね。全部編んだ残骸ですわ。はい。じゃあ、それでいこうと思いますよ。はい。まずは、じゃあもちろん、鎖目をしていくんですけど、鎖編みをしていくんですけど、ちなみにこれはですね、21目で21段で編んでます。はい。このぐらいの感じになりますね。ね、このぐらいで編めたら、この前作ったハンカチなんかだったら、ほんのり長方形だけど、ほんのり長方形だけど、じゃなかったらあと1段ね、1段多いぐらいだわ。ね、1段減らして、どっかで1段、こう、拾うときに足しゃいいぐらいのね、そういう感じになるんだと思うんだけれども、はい。そんな感じでちょっとね、これ編んでいこうと思いますよ、早速。じゃあ、これちょっと、ね、この辺、こういうとくこれ繋いでんのはこの後また、きっとほどくから。すいませんね。すいませんね。はい。はい。じゃあ、編んでいきますよ。まずは、じゃあ、鎖目をするのは皆さん、ね、鎖編みをするのは皆さん、お分かりだと思うので、鎖編みをしていくんですけど、で、米編みをするとき、鎖編み、ちょっとゆったりめっていうか、ビッチビチに編まないで、最初端っこだけちょっときつめかな、しな。どうしてもなんか広がり気味になるんで。そしたら、あとは1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、はい、21、21目でやっていこうと思います。はい。これはさっきよりもゆったり編んでると思うよ、多分。これはなんか、ゆったり編むっていうのの、その目安なんだけれども、毛糸によって違うと思うんですよ、もちろんね。で、私みたいな、この今使ってるこの、そのこういう、こういうね、こういうタイプの、もうボヨヨン、ボヨヨンっていう感じの糸。ね、このタイプだったら、この、なんて言うんだろう。糸を引っ張らない、極力引っ張らないようにして、この自然なままの太さのままでいくような感じで編んでたらいいんじゃないかなっていう感じですよね、言ったらね。はい。じゃあ21目で編むので、ここで立ち上がりの1目を編みます。はい。で、ひっくり返して、で、これはもちろん何を編むかにもよるし、端っこをどうするのかにもよるんですけど、今日は裏山を拾っていこうと思います。はい。はい。1段立ち上がったら、一番最初のここのね、目じゃなくて、2番目の目の裏山に刺して細編みをします。これで一番最初の端っこの目ができます。はい。で、米編みっていうのは、細編み、鎖編み、細編み、鎖編みを、段ごとに交互に入れていく編み方ですね。パパッと説明すれば。なので、最初細編みを編んだ後に、鎖編みを編みます。はい。鎖編みを編みます。そしたら、一目飛ばしてお隣の裏山に入れて、細編みを編みます。はい。そしたらまた鎖編みをして、お隣の飛ばして、その次の山に入れます。そして、細編みをします。はい。ね。21で編んでるの奇数になってるでしょ？奇数になってるよね。
片っぽじゃない、片っぽじゃない。端っこが両方とも細編みで編み始めたら細編み。まあ全部細編みで編み始めるんだけど、交互に編むときに細編み、鎖編み、細編み、鎖編みって編むときに、この細編みが両方来るように、端っこに来るようにやってるわけですね。奇数ってことはね。はい。なので、次、鎖編みをします。そしたら、また一つ飛ばして、お隣に細編みを入れます。はい。で、一つ鎖編みをして、またお隣に細編みを入れます。はい。これの繰り返しをこの段1をしますね。最後までね。最後の方までちょっといきますよ。はい。はい。最後まで来ました。ね。最後、鎖編みをして、最後の目に細編みを入れます。この段は、細編み、鎖編み、細編み、鎖編みってきたので、最後も細編み、鎖編み、細編みで終わります。はい。そしたら、鎖編みをして立ち上げます。で、ひっくり返して、で、ここからだからね、わかんなくなっちゃうっていう人ももしかしたらいるかもしれないからね。はい。ね、立ち上がりました。立ち上がりました。ひっくり返しました。はい、ひっくり返しました。立ち上がって、この根元。普通に細編み編む時ってこの根元に入れますね。普通にね。一つね、細編みを。これをしますね。まず一番最初の目。これが一番最初の目の細編みになりますね。立ち上がって、同じところに、一番最初のところに細編みを一つ入れる。これが細編みの立ち上がりですね。はい。で、次。ここ見ると穴開いてますね。ここ。穴開いてます。下の段ではここ。鎖でございます。はい、鎖。米編みっていうのは、細編み、鎖編み、細編み、鎖編みっていうのを、段が次の段になったら、それを交互に入れていくわけですから、鎖編みのところに細編みを入れて、ね、前段が鎖編みだったところに細編みを入れて、前段が細編みだったところに鎖編みをするわけです。なので、前段がここは鎖編みだったので、また細編みをするわけです。ね、細編みの次にまた細編みが入るんです。次の段は。ここに。ね、穴の中に突っ込むわけですね。で、鎖編み。ここは細編み。ね、3目目が細編みなので、2段目の3目目は鎖編みになります。そして、ここ。大きな穴開いてるところ。ね、この鎖の側ですか側。はい。側を拾って細編みにします。で、鎖編み、細編み、鎖編み、細編み、鎖編み、細編みという形で、こういう感じで交互に入れていきますね。はい。はい。はい。で、最後の方来ましたよ。で、最後、細編み、鎖編み、細編みと来てるわけだから、上の部分では、まずは、ここは鎖編みになります。で、ここ、下が鎖編みなので、細編みになります。はい、細編みになります。で、最後の目。最後の目は必ず細編みです。はい。細編みでございます。わかりますでしょうかね。2段目は、最初のスタートが細編み、細編み。そして、最後の終わりが細編み、細編みってなるわけです。はい。次の段、3段目いきます。立ち上がって、ひっくり返して。一番最初の目は必ず細編みなので、細編みを編みますね。はい。で、次見てみると、さっき細編みを編みました。ね。前段では細編み、細編み、鎖編みだったので、ここは細編みです。なので、ここは鎖編み。そして、前段で鎖編みだったところに、細編みを入れます。はい。つまり、やってることは、1段目と同じことを3段目でやってるわけですね。はい。なので、次は鎖編み、細編み、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 鎖編み、細編み。はい。で、最後、ここが前段が
細編み、鎖編み、細編み。で、最後の目が細編みだったので、まずは細編みの上の鎖編みをしましたね。鎖編みをして。で、次、鎖編みのところに細編みを入れます。で、最後、細編み、細編みだったので、鎖編みをまずはします。で、最後の目は常に細編みなので、細編みです。はい。で、立ち上がる。ひっくり返す。で、1段目と3段目は同じことしてたんだから、つまり2段目と4段目は同じことをすればいいわけですね。はい。まず1目目、細編みをします。で、2目目は2番目が鎖だったので、また細編みです。はい。頭細編み2回します。2段目と一緒です。で、鎖編みをして、交互にまた入れていきます。同じようにね、鎖編み、細編み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 、鎖編み、そうです。最後ね。ここ細編み。で、最後、ここが細編みだったので、鎖編み。で、ここが鎖編みだったので、細編みを入れます。で、最後の目、細編みです。ね。最初と最後は絶対細編み。はい。で、一目編んで立ち上がってひっくり返す。この繰り返しですね。要はね。これでずっと編んでいけばいいわけです。はい。わかりましたでしょうか？はい。じゃあちょっと編んでてみましょうか。ね。もう一往復しましょうか。ね。はい。これ、次。何段目 ?4 段目、5段目ですね。5段目なので、1段目、3段目と同じことをします。つまり、1目目はまず、細編みですね。必ず細編み。はい。必ず細編みをした。あとは、前段の2目目は細編みだったので、鎖編み。で、あとは、普通に交互に入れていくだけです。とにかく、気をつけなきゃいけないのは一番最初、段の最初と最後。そこを間違えないように入れればいいだけですんで、はい。だから、こうやって、とにかく、スタート、一目目と一番最後は細編みなんだって。要はだからその細編み、鎖編み、細編み、鎖編みっていうやつを、一番最初と最後の目を省いて考えればいい感じ。うん。言ったらね。一番最初と一番最後は必ず細編みだから、そこはもう細編み固定なわけです。そこを省いて考えたら、あとは細編み、鎖編み、細編み、鎖編みのその交互でね、あとはやってるだけっていう感じで考えていただけたらいいんじゃないかなとは思うんですが、はい。こんな感じで。はい。ね。こんな感じで。編んできます。で、最後の方ね、これ、前が細編みなので鎖編みをして、前が鎖編みなので細編みを入れて、で、ここに細編み、細編みってなってるんで、まず一つは鎖編みですね。細編みの上に鎖編み。そして、最後の目はいつも細編み。はい。なので、ね、1段目と同じように、細編み、鎖編み、細編みで終わる。ひっくり返して、次6段目。とりあえず1つは細編み。はい。で、2つ目。ここ、前段鎖編みだったので、細編みをここに入れます。はい。細編みを入れて。で、ここ、細編みなので、鎖編み。はい。細編み、鎖編み、細編み、鎖編み。はい。で、最後ですね。最後。ここ、前段鎖編みだった。ね、鎖編みだったところに細編みを入れて、細編みだったところに鎖編みをして、で、鎖編みだったところに細編みをして、で、最後必ず細編み。これ忘れないようにね。もしかしたらここで忘れちゃうのかもしれないね。数がどんどん減っていっちゃうっていう人はね。だけど、気をつけて、細編み、鎖編み、細編みと終わった次の段の最後は、鎖編み、細編み、細編みで終わるってことね。うん。だから、2つに1つは、1つの段は、もう端っこが、細編み2つで連チャンになるんだっていうことを
頭に入れといたら多分間違いないんじゃないかなと思います。はい。わかりましたでしょうかね。これでね、理解していただけましたでしょうかね。はい。じゃあこんなんでね、ちょっとこれ一応21、21目でもう相当ゆったり編んでるんだけどさ、これよりも。ね、こっちよりも相当ゆったり編んでるんだけど、これでだからゆったりでちょっと21段編んだらどうなるかちょっと見てみたいんで編んでみようと思います。はい。おお、終わってた、終わってた。はい、終わってました。はい、こうですね。はい、一応止めとこうか。はい、止めときますけど。これは何だこれは何だっていうことでね。はい。ちょっとお見せしますか。これ、うちのサボテン。いや、前にも見せたと思うんですけど、うちのサボテンでございます。はい。これ、2つサボテン、針山。大したデコレーションはしてないんですけど、サボテン。ね、針山サボテン。こちらも。これはね、どうやって編んだんだっけな。畝編みかなんかで編んだんだと思うんだけど、こいつはもう完全あれですよね。こう、オリジナルなんですけど、ね、こういうサボテン。何のデコレーションもない。ただ針刺してるだけっていうね。私の針山はこれでございます。以前にも何度も登場してると思います。この毛糸が母が使っていた毛糸を思ってきたってやつですね。はい。はい。なんだっつうんだけど、ここ脇にね、ちょっとこれ置いてあったから。おい、あれだよ。例えばこうやって置いといたっていいわけですよ。これサボテン入れといたっていいわけですよ。で今これは普段あまり使わないので今日このために出しただけなんですけど、これでもいいのかな。これでもいいね。これでも別にいいんだけど、はい。いやいや、また余計なことやってるね。はい。でもう一個あんだ、実は。もう一個あんだけどさ。ね。これはなんか普通にデコレーション的になんか使ってたんだけど、これ蓋にしてんだよ、今こうやって。蓋。はい。はい。まあ、どうでもいい話なんですけど、はい、すいません。脱線しました。はい、すいません。はい。ということでですね、21目、21段編んでまいりました。で、今回はね、こっちも21目、21なんですよ。同じ毛糸で編んでるんですよ。ね。これだけ私の普通の手で編むとこうなんですけど、相当ゆる手で編みました。ゆるく。なんつうの、毛糸を全く引っ張らないように編むと、これだけの差ができるのはすごいなっていう話なんですけど、ここまで差が出ると思わなかったね、でもね。まあちょっと実験でやってみましたけれども、まあこんな感じでね、編み上がるわけですね。で、きっちり編めてればビシーっと、はい、まっすぐ編めるわけでございますんで、皆さん、ね、これをぜひ、習得していただいてね、最初はほらちょっと、なんていうのかな、こう、ボヨヨヨヨンってなっちゃうことももしかしたらあるかもしれないけれども、でも同じように編んでいけば、ビシッ、ね、ビシッと、ね、まあ、四角に編めるはずですので、はい。なので、もう不安な時はもうだから一段一段数えていけばいいんだよ。なんかちょっと割れてないと、まあいいや、どうせ後で多分ほどくから、はい。いいんですけど、かっこ悪いからこっちにしとこうか。はい。で、ね、平均的に同じようにちゃんとビシッとなるように、同じもちろん力で編まなきゃいけないけれども、ちょっと不安だわって数が不安だわっていう時はもう必ず数えて編んでいけばいいと思いますよ。とにかくコツとしては、まず一番最初の目と一番最後の目は必ず細編みです。はい。
なので、その細編み分、一番最初の目と一番最後の目を考えないようにして、で、その内側から全部細編み、鎖編み、細編み、鎖編みで、細編みから始まってたから次の段は鎖編み、細編み、鎖編み、細編みってなるっていう風に考えていただけたらいいと思うんですけど、これね、図書いた方が分かりやすいと思いますので、特別でございます。特別でございます。特別なんつっていつも書いてるけどさ、絵を描きます。全然特別じゃないじゃんね。うん。全然特別じゃないじゃん。でも描くよ。はい。ね、どういうことになってるかっていうのをね、じゃあね、最後にちょろっと絵描いて終わりにしようと思うんですけれども、まず鎖編みをこうやって編んでくるわけですね、最初ね。みょん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 。なんかある？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11でやるか。ね。11。こうやって来てる。ね。で、ね、ちょっと、はいはいはい。倒れないで、倒れないで。はいはい。ね。こうなってて。で、まずずっと編んできて、どっちから始まってることになるのこれって。最初の目って。で、こっちから編んでいくから、こう来てこうだから、こう一つ立ち上がって、で、細編みを編むわけですね、最初の目ね。で、ここで、次、鎖編み。で、細編み。鎖編み。細編み。鎖編み。細編み。あれここじゃないじゃん。ここだよ。で、こう、編んでくるわけですよ。で、ここ細編みで終了になるじゃないですか。ここなしよ。これなしよ。これなし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 。で、次、立ち上がる。細編み編みますよね。そしたら、ここ鎖編みだもんで、ここも細編みになるわけです。で、鎖編み、細編み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 。で、当然、ここは最後の目になるので、細編みです。で、立ち上がって、最初の目なので、細編みです。で、ここは細編みだったので、鎖編み、細編み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 、鎖編み。で、最後の目は必ず細編み。立ち上がって、必ず細編みなので、細編み編みます。ここ鎖編みなので、細編み編みます。で、鎖編み、細編み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 。で、ここ、最後の目になるので、細編み。立ち上がって、細編み。はい。必ず細編みです。だから、ここをこうやって考えると分かりやすいわけですね。はい。で、こうやって編んでいく。こうなるわけですよね。ここをこうやって考えて、ここにうっすらと頭の中で線を入れれば、全部ここは細編みなわけです。ね。細編み。で、この下から、鎖編み、細編み、鎖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 。で、次の段は、ね、細編み、鎖、細編み、鎖、細編み、鎖。ね。全部交互になってるじゃないですか。ここを省けば。うん。ここはとにかく細編み。こういう感じでございますね。これが1段、2段、3段、4段、5段。1段目と3段目と5段目同じです。で、4番目と2番目が同じ。こういう感じになります。これはお尻とふんどしじゃないですよ、これね。うん、これ突き抜けてますから違いますよ。お尻から見てふんどしが出てるわけじゃないですよ。はい。ね、こうしたらね。やんなくていいですよね。はい、はい。今、絵描きそうになっちゃった。はい。はい。こんな感じになるんで、はい。とにかく一番最初の1目目。ね、1目目。で、最後の目、11目にしたんだっけ？ 11 にしたよね。とにかく最初の目と最後の目は、細編みで。こういう感じでございます。はい。分かっていただけましたでしょうか？ということでね、あ、そうだ、ちょっと待って。ちょっといいもの見せて、いいもの中華。次やろうと思ってるもの、ちょっと見せちゃうわ。ね、そしたら、ちょっと待ってね。準備が悪くてすいませんね、いつも。はいはい。はいはい。で、この米編みを利用して編んだのが、こちらでございます。ティッシュボックスカバーって言ったらいいのかなね。
こんなのをちょっと編んでみましたよ。はい。使ったのはミルフィムの残りでございます。はい。ミルフィムを終わりにしようと思って、これちょっと編んでみたんですけど、ね。こういうのが編めるわけですね。ヨネ編み。これヨネ編みですよ。うん。ヨネ編みで交互に編んでいくと、色をね、交互に編んでいくと、こういうストライプのような縦型のね、こういった柄になります。次これ編もうと思ってます。はい。次これやりますよ。はい。いや、試しでやったらさ、うちの家人が欲しいって言うから、だから家人用と、あと私2箇所で使ってんのよ、ティッシュをね。うん。だからあと2つ作んなきゃいいね。うん。だから撮影しようかなと思いまして。はい。次はこれやっていこうと思いますけど、これも米編みでございます。マスターするとこんなのが編みますよ、奥さん。はい。いかがでしょうか。はい。というわけで、今回はこんな感じでね、編んでみました。自分の手の力の加減もちょっと確認できてよかったかな。これ21目21段ですかね。同じ糸使って、はい、色は違いますけど、はい。こんな感じでございます。というわけで皆様、うまく編めたでしょうか。はい。では、今日はこんなところにしようかな。はいはい。はい。というわけで、ここまでご覧いただきまして、どうもありがとうございました。本日はここまで。じゃあ、さよなら。いや、ちょっと途中で雑談しちゃったからあれなんだけどね、本当にね。うん。でもこれマジでね、私気に入ってんだよ、これ。これは気に入ってんだよ、本当に。うん。これね、バカーンってなるわけよ。前はここにさ、ちょっとさ、こういうの入れてたんだよね。こうやって入れてたね。ちょっとだけ使うとき。ね。ほんのり使うときはこうやって伏せといて、こうやって使ってたんだけど、なんせさ、私もさ、頭が悪くてさ、もうちょっと深くやらなかったんだよ。うん。だからさ、これ入れちゃうとさ、これ入ってないとぴったんこなんだけど、入ってるとさ、ちょっと浮くんだわね、やっぱりね。うん、浮くからもう無理やりですよ。この太いのをね、ぐさー、ぐさーっと刺して、こう突き抜けるように刺してたら、机にブスブス刺してたっていう。ほら、私これマット敷いてるじゃん。マットに穴が開いてたっていうね。何っていう話で、ちょっと薄すぎんなっていうなんですよね。なのでちょっと使うのちょっと一時やめてて、引っ越しもあったしね。だから最近はこれです。最近はもうこっち使って。だからこれに入ってたの。これ入れて、こうして、こうやっとくことが多いわ。ね。こっちのはほら、楽じゃん。これ。これ。はい、こんな感じ。こんな感じ。ね。これ色変えたらでもアイスクリームみたいにもできそうだよね。渦巻き。あ、やってみる。ナイスは嫌じゃないそれって。ちょっと今度やってみようかな。誰かやってみるね。アイスみたいでもいいじゃんね。こうやってね。うんこ。あ、うんこじゃなかった。ごめんなさい。こう渦巻きっていうのなんていうのホイップ型って言えばいいのかしら。うん。まあいいや。ちょっと今度やってみようか。はい。じゃあね。バイバイ。